こんにちは、コロです。マラソンが好き。でも運動が次第に楽しみから努力、依存状態となってしまう。その運動依存状態の特徴と克服方法について、自分の経験からいろいろと調べ、自分で書いたブログをもとに AI を使い、できるだけわかりやすく整理しました。それでは本編をどうぞ。いやー、ランニングって本当素晴らしいですよね。目標を立てて、それに向かって一生懸命になる。その情熱、めちゃくちゃわかります。でも、もしその努力が気づかないうちに自分をじわじわ追い詰める罠になってるとしたら、どうしますか？今回のこの時間では、そんなランナーが陥りがちな心の落とし穴と、じゃあどうすればいいのっていう具体的な方法を情報源をもとに一緒に見ていきたいなと思います。さて、早速なんですけど、今回の話の核心に迫っていきたいと思います。この言葉、どうでしょう。こんなに頑張っているのになぜか苦しい。これ今回の情報源の著者であるコロさんという方の言葉なんですけど、皆さん心当たりありませんか？真面目なランナーであればあるほど一度はね、心の中でつぶやいたことがあるんじゃないでしょうか。そのなんだかモヤモヤする感覚の正体、今日はそこにぐっと迫っていきますよ。そのモヤモヤの正体、それはもしかしたら運動依存症かもしれません。アルコールとかギャンブルとかと違って、運動って健康的で良いことってされてますよね。だから周りからも、すごいね、頑張ってるね、なんて言われるし、自分でも、いやー、これは努力だって思い込んじゃう。この良いことっていう仮面があるせいで、自分が依存してるなんてなかなか気づけないんですよね。ここが本当に厄介なポイントなんです。で、このイラストがすごく象徴的だと思うんですけど、例えばフルマラソンで3時間を切るぞとか、年代別で絶対に表彰台に上がるんだみたいな高い目標を掲げている人ほどリスクも高まっちゃうんです。その本気で打ち込む熱意こそが気づかないうちにね、この険しい道みたいに自分を追い詰める依存に姿を変えてしまう、そういう危険があるんですね。この表を見るとその違いがはっきりしますよね。左側の一般的な依存症はとにかく立つことがゴールじゃないですか。でも右側の運動依存症はそもそも健康的な習慣でもあるから単純にはいやめますっていう話じゃない。むしろ周りからは努力家だねなんて褒められちゃったりする。だからこそ向き合い方が全然違ってくるってことなんです。じゃあ今の自分ってどうなんだろうっていうのをちょっと客観的に見てみましょうか。これから5つの質問をしますんで、ぜひご自身の心に正直にちょっと考えてみてください。はい、最初の質問です。今、あなたの人生で一番優先していることって何ですか？家族との時間とか、仕事、友達との約束、本来もっと大事なはずのものがランニングの後回しになってませんか？その優先順位がいつの間にかひっくり返ってないかなってことですね。もちろんプロのアスリートなら話は別ですよ。でも、そうじゃないのに生活そのものを犠牲にしてまで走るっていうのはちょっと危険なサインかもしれないです。じゃあ次、ちょっと想像してみてください。旅行とか、風邪ひいちゃったとかで走れない時、どう感じますか？うわー、せっかく積み上げてきたものが全部ゼロになっちゃうみたいなものすごい不安とか焦りを感じることないですか？これって本当は回復のために絶対に必要な休みをまるで後退とか失敗みたいに捉えちゃってる証拠かもしれないですよね。1日ならまだしもこれが2日3日と走れない日が続くとどうでしょう？なんかもうそわそわして落ち着かなくなるとか、なんだかイライラしちゃうとか。それって体が運動したいよって言ってるんじゃなくて、心が走らなきゃ走らなきゃっていうまるでこの檻みたいな強迫観念に縛られちゃってる状態。これも依存のサインの可能性があるんです。これはすごくわかりやすいサインかもしれないですね。念願の目標タイムを達成した、やったーって、その喜びをじっくり味わう間もなく、よし、次はもっと速いタイムだ。次はもっときついレースに挑戦するぞって、すぐに次の目標を探してませんか？達成感をちゃんと味わえないっていうのは、心が常にまだ足りない、まだ足りないって言っているようなもの。これ結構危険な信号です。そして、これが最後の質問です。そもそも皆さんが走り始めた理由って何でしたか？景色を見るのが楽しそうだったからとか、健康のためとか、いろいろあったと思うんですよね。その純粋な気持ちがいつの間にか今日も走らなきゃっていう義務感とか、
目標タイムが出なかったらどうしようっていう恐怖に変わっちゃってませんか？楽しいはずの道がいつの間にか苦しい道になってないか、一度立ち止まって考えてみてほしいんです。さて、どうでしたか？ここまでの質問でちょっとうってドキッとした方もいるかもしれませんね。コロさんはこの状態を自己ブラック企業っていうもうめちゃくちゃ的確な言葉で表現してるんです。どういうことかっていうと、自分自身が自分にとって一番厳しい上司になっちゃって、休みもくれず、いろいの言葉もなく、もっとやれ、まだ足りないって自分を追い込み続ける、そんな状態のことですね。この表を見ると、その違いがもう一目瞭然ですよね。健全な努力と、この自己ブラック企業、決定的な違いは何か。それは、心の余裕があるかどうかなんです。例えば、走れないとき、ラッキー休めるじゃんって思えるか、それとも、もう人生終わったみたいに絶望しちゃうか。痛みがあるときに、長く走るためには今は休もうって賢い判断ができるか、いや、走り続ければ治るはずだって現実から目をそらすか、この心の余裕こそが本当の意味で成長するための鍵なんですね。じゃあ、どうすればこの自己ブラック企業状態から抜け出して健全な努力の道に戻れるんでしょうか？ここからは大丈夫です。明日からすぐに試せる具体的な解決策を3つご紹介していきます。まず、最初の解決策。それは自分の感覚に頼るんじゃなくて、ランニングウォッチなんかが示してくれる客観的なデータから許可をもらうということです。まだいけるはずだ。ここで休むなんてダメだっていう頑張り屋さんの脳が起こしがちなバグを冷静な数字がいやいやもう十分頑張ってますよってせがしてくれる。そんなイメージです。これ、まさに著者コローさん自身の実体験だそうなんですけどね。自分の感覚ではまだまだいけるって思ってても、時計のデータを見たら体にかかってる負荷がもう限界ギリギリだったと。その数字を見て初めて、なるほど、道理で最近疲れてたわけだって客観的に自分を納得させられたそうなんです。で、この方法の最大のメリットがこれなんですよ。休むことへの罪悪感を消してくれるんです。これってただ自分が怠けてるだけじゃないかなっていう嫌な疑いをデータっていう客観的な事実がいや違いますよって打ち消してくれる。言うなれが自分の時計から今日は休んで OK ですっていう正式な許可書をもらうようなもんですね。さあ、二つ目のステップはもうちょっと心の深い部分にアプローチしていきます。依存の背景には結構な確率で走っていない自分には価値がないっていう根深い不安が隠れてることがあるんです。自分の価値の全部を早く走れるランナーであることっていうたった一つのアイデンティティに欠けちゃうのは、例えるなら一本の細い柱だけで家を支えてるようなもの、めちゃくちゃ脆い状態なんですよね。そこでコロさんが提案するのが自分の世界を外に広げるアクションです。自分の記録とだけ向き合うんじゃなくて、例えば SNS で今日はこんなコース走って楽しかったって発信してみたり、ランニング仲間とつながって情報交換したりする。そうすることで世界が自然と広がっていくんですよね。ランナーである自分ももちろん素晴らしい。でもそれはあなたのたくさんある魅力の中のたった一つに過ぎないんだって。そのことに気づくのがすごく大切なんです。そして最後の解決策。これがもしかしたら一番パワフルかもしれないです。80対20の法則をトレーニングに応用するんです。これ聞いたことありますかね？成果の8割っていうのは実は全体のたった2割の重要な活動から生まれてるっていう考え方です。このグラフがすごくわかりやすいんですけど、1週間のうち本気で集中してタイムを狙うようないわゆるガチ練はたったの2割でいいんです。じゃあ残りの8割はっていうと、景色を楽しむジョギングとか、しっかり体を休める時間とか、そういう余裕に当てる。一見サボってるように見えるかもしれないんですけど、実はこの8割の遊びとか余白の部分が、残りの2割の練習の質を爆発的に高めるための最高の燃料になるんですよ。まさにこのイラストの通り、多くのランナーが苦しむマラソンの30キロの壁ってありますよね。分厚い壁を乗り越えるための本当の力っていうのは、ガチガチに固めた練習計画じゃなくて、心と体に作った余白から生まれてくるんだ、とコロさんは言います。力を抜く勇気こそが、壁を突き破るための本当の近道だったんですね。さあ、ここまで話してきましたが、まとめに入りましょうか。
ランニングって本来人生を豊かにしてくれる最高のツールのはずなんです。でもそれがいつの間にか苦しいだけの義務になっちゃったり、心と体を壊す原因になってしまっては、それってあまりにも悲しいことですよね。このコロさんの言葉が今回の話のすべてを物語っていると思います。走るために人生があるわけではない。人生があるから走れるんだ。もう一度言いますね。走るために人生があるわけではない。人生があるから走れるんだ。そう、僕たちは記録を作るために生きてるんじゃないんですよね。豊かな人生っていう土台があって初めて、その上でランニングっていう素晴らしいスポーツを楽しむことができる。この順番だけは絶対に見失っちゃいけないんですね。最後にもう一度だけこの問いを皆さんに投げかけさせてください。あなたが走り始めた頃の最初の目的はまだ生きていますか？あなたのランニングは今も楽しいですか？もしその気持ちに少しでも曇りがあるなら、ぜひ今日の話を思い出してみてください。あなたのランニングライフがこれからもずっと楽しくて豊かなものであり続けることを心から願っています。最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が面白かったなら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。次回、マラソン練習の量と質についてお届けします。コロでした。